おお、出た出た。よし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 。来た来た来た。はい。来た来た。あてくん回します。でかやったー、よかっでかいでかい。ああ、すごい迫力ですね。これで20ちょっとないかなぐらいですね。出た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 。でこの後ろに体重かけるんですよ。こう自分の体ごと後ろに。やりました。うっさ。はい、やりました。ありがとうございます。イエーイ。取りました。はい、やりました。やりました。27キロでした。フィッシングギャング厚さ。フィッシングギャングのあつさです。今日はですね、こちらの、ノアマリンさんの小谷船長に GT フィッシングの入門、始め方ですね、そういったものについて、説明していただきたいと思います。で今から、乗船するんですけど、その上でですね、心がけることをやっていきたいと思います。まずは挨拶。こんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。タックルを乗せていくんですけど、船長道具をどこに乗せたらいいですか？そうですね。ロッドはロッドホルダー、船のサイドはいにありますので、で荷物は、はい空いてるとこ。でも釣りするときはちょっと一箇所に固めます。バッグとか濡れたらいけないものは大体中に入れてもらったり。じゃあよろしくお願いします。乗船したらまずライフジャケットをつけます。でこのライフジャケットなんですけど、必ず桜マークがついているやつを使用してください。桜マークがない場合だと船長さんがちょっと罰せられるので、持ってない場合はもう船長からお借りするような形で、乗船してください。よろしくお願いします。うちの船だとマックス4人ぐらいでキャストができるんで、5名分ぐらいは桜マークの A タイプを用意してますので、レンタルは可能です。じゃあ続きまして、皆さん気になるところだと思うんですけど、トイレですね。いただいていいですか？じゃあ海の中にあります。こちらがトイレです。男性の場合だと立ってやるとこう船が揺れたりして結構的外すことがあるんですよ。なのでもう大きいのも小さいのも座ってやるようにします。船についているトイレによってこの流し口っていうのはもういろんなタイプあるので、この船の場合だとここ流れます。口が小さいので詰まることがあるんですよ。大きいのするときもできれば流しながらやった方が詰まりを防ぎます。ボタンを押しながら最後まで見届ける。僕は今回2つのタックルを用意してます。分かりやすく言うと、1つが少しライトなタックル、そしてもう1つが少しヘビーなタックル、この2つを使用してるんですけど、何が違うかというと、まずリールの大きさが明らかに違います。こちらが14000番というサイズで、こちらが18000番というサイズですね。ロッドもこっちが割と曲がるタイプで、ここがこれに比べるとガチガチなタイプ。はい、こちらがオシアプラッカーのフルスロットルですね。長さ的には8フィート3インチ、こちらのヘビー。スペックを見ると、こちらのルアーが 60g から 150g で、 P ラインのマックスが8号となっています。こちらリップルフィッシャーのビッグツナ710ジャパンスペシャルというモデルで、主にもうクロマグロを狙うようなロッドです。ルアーウェイトは先ほどの竿と大して変わらないんですけど、ラインがですね、こちら P6 号からマックス12号まで使えるロッドです。こちらは先ほど8号がマックスだったのに対して、こちらは12号が最大で、ガイドの大きさも見てもらえば分かると思うんですけど、ガイドが大きいことによって、太いリーダーを入れても抜けがいいということで、ちょっとパワーファイトしないといけない時とか、ドラグを強めてやりたい時ですね、糸に負担が大きくなるので、そういう時にはもう太いリーダーを入れてるタックルを使用するんですけど、そういう時にこの竿を使ってます。でもう一つのこっちは疲れないし飛距離がより出るということで、こっちを使ってます。なのでもうポイントと自分の体力維持によってですね、その2本のロッドを使い分けてます。僕が使ってるタックルなんですけども、リールは島野さんのステラ、これは14000ですね。 14000XG エクストラハイギアですね。ロッドは、カーペンターさんのブルーチェイサーというやつですね。これは GT ロッドじゃないんですけど、平正とかですね、
まあ、海外のキングフィッシュとか釣るためのロッドの一番強いやつですね。8フィートの40ポンドで、ドラッグマックスがこれは20キロ、ドラッグマックス20キロで、ルアーマックスが200グラムですね。ドラッグマックス20キロってなってますけど、20キロかけれる人ってそうそういないんですよ。けどなぜこれ使ってるかというと、これルアーマックス200グラムなんですよ。GT って大体軽くてもやっぱ100グラムぐらいのルアー使うので、シンキングのルアーだとやっぱ200グラムぐらいになるんで、200グラムを投げれるので、ラインが、私が使ってるのはバリバスさんの、SMP の8号ですね。かバリバスさんの SIX。あと四つ飴さんでいうと、オッツポートですね。何でもいいんじゃないかと思う方も結構いると思うんですけど、なかなかこう沖縄の GT でそんなバンバン海外みたいに出る釣りじゃないので、その一発を絶対にものにできるタックルっていうのが必要だと思いますね。後悔しないためのタックルです。安いタックルでもいいんですけども、オフショアって船で移動するときにやっぱ道具にどんどんこう塩かぶるんですよ。まあ、中級以下のリールとかになるとやっぱ塩噛みしてしまって、いざ釣りしようとしたらリールが回らなかったり、安心を買うために皆さんこういういいタックルを使われてると思います。大和さんでいうとどういったもの？そうですね、大和さんでいうとやっぱソルティガーですね。まあ、サイズでいうとやっぱ5000番からですよね。ラインキャパの問題もありますし、やっぱ大きければ大きいほどリール自体のパワー上がりますし、重くても1日投げれる体力をお持ちの方なら大きくてもいいと思いますね。ちなみにラインは何メーターほど巻かれてるんですか？これはですね、14000円の場合は、8号だと200メートルです。僕も14000番には8号を200巻いてて、18000番に8号を300メートル巻いてます。300メートル。その6号だと結構このラインが傷んでくるのが少し早い気がして、ノットを結び直すっていう機会が増えるんですよね。やっぱり全体的な強度が8号に比べると落ちてるんで、その少し毛羽だったりするともうそういうのも気になって全部切って結び直してっていうことがやっぱ多くて、ラインの消費も意外と早かったんですよね。でそういうのもあったので、逆に8号200入れてる方がこのラインの劣化も遅くなって、なおかつトラブルも少し少なくなったので、8号を14000番には200入れてます。やっぱり飛距離が6号に比べると8号だと少し落ちるんで、そういう面ではタックルバランスを見てですね、その人の体型に合ったコース、やっぱり周りの人より飛ばさないと釣れる確率っても落ちるので、そういった面では6号か8号かその辺で選んでもらえれば無難かなと思います。こちらがバリバスさんの SMP、SMP の8号 200m で、こちらが、SIX の8号 300m ですね。でリーダーがこちらの少しライトな方、こちらでは150ポンドを、組んであります。でもう一つこちらの少しヘビーな方、リーダー180ポンドを組んでますね。これはGT 用のルアーですね。カーペンターさん GT ガンも 160g ですね。で長さが25センチぐらいですね。フックなんですけども、大体こうルアーによってこう適合サイズっていうのがあるんですよ。ネットで調べればすぐ大体出るんで、その重量に合った針をつけないとちゃんと泳がないとか、ルアーに合った針をつけるっていうのが大事ですね。とやっぱ返しは GT フィッシングの場合は返しは基本的にバーブです。バーブがついてる分はペンチで潰してもらえればいいと思いますね。フックは、僕が今使ってるのはガマカツさんですね。 GT レコーダーというフックで、こちらルアーがワイルドレスポンダー、こちらの240、島野さんですね。でリングはだいたい200ポンドぐらいを、基準にですね、ルアーの大きさによって、変えてます。 GT ルアーとか大型のルアーっていうのはもうリングもフックもついてない状態で、売られてることが多いです。 GT が相手というのはやはり平正用のルアーとかよりもよりパワーファイト、またタックルもワンランク上とかなってるので、少しサイズ上げた方がいいと思います。でもう一つこちらが、シングルなんですけど、こちらも、返しを潰してバーブレスにしてます。シングルのメリットとしてはやはりバレにくい、3点で押さえると懐まで貫通してなくて中途半端に刺さったやつがぐにゃって曲がったりするんですけど、フッキングのパワーが1点に集中することによってしっかり貫通してこちらの懐で押さえるって面でバレにくいってよく言われますね。もう一つはGT がドーンって出た時に飲み込まれることがあるんですけど、フッキングの時に口の中にドリブルだとすぐかかるんですけど、それがうまいこと抜けてくれて口の中からルアーがスポンって出て、こちらの缶抜きですね、こちらの缶抜きにガンってかかってくる。そうすることによってリーダーが口の外に出るので、歯で切られることが少ないということで、シングルを使う人も多いです。使い分ければいいと思うんですけど、ただこのシングルに変える上でですね、
メーカーが先ほど小谷さんが説明したように、指定している重さっていうのがあるので、そこもしっかり調べて合わせるようにしてください。結構リーダーの長さ結構聞かれること多いんですけど、僕は結構長い方です。でどれくらい長いかというと、今ノットが来てます。でこれを巻き込みます。巻き込んで2回転ぐらいですかね、巻き込んでたらしが来て、投げるときにこうなるんですけど、最低でもこの今指をかけてるところよりはより長くリーダーを入れるようにしてください。この投げるときにですね、こっちがもう P がノットがこの辺とかに来てると、糸の劣化が極端に早いと思うし、あとちょっとトラブルも増えます。でルアーの泳ぎも長い方がいいような気がします。はい、ここに P が来たらもうダメだよと。そうです。